の日ね、友人から那覇沖は軍艦がいっぱいだよと、そんな話を聞いてね、怖さ見たさ相まるようなね、そういう中でありながら首里城小高いところちょっと登ってね、木の間からこうして那覇沖を覗くような形で、この木陰からこうして見てね、もう愕然としましたね。船がたくさんおるという、軍艦がたくさんおるという、そんなもんじゃないんですよ。海がね、軍艦で埋まってね、水面が見えない、水平線が見えないという。まあそれを見ると途端にね、本当にもうこれで袋のネズミにされたなと、悲壮なね思いに駆られているその日の夕方、日暮れですよ。鉄血勤労隊結成されたような。沖縄戦3月23日に始まった直後からね、空からもね、海からも、上陸後の陸からもね、24時間弾はもう本当に打ちっぱなしなわけですよ。師範学校は最終的には摩文仁で解散後も含めて全体で賢治の党に刻名されているのは309人なんですが、師範隊からの最初の犠牲者はね、4月21日に久保義雄さんという3期先輩の方が師範学校の寮で同じ机を並べてね、私がここ、右側がこの久保義雄さんという、そういう面で本当に兄弟のようにね、毎日いろいろと親切な指導もしていただいたこの先輩が、晩ですけどね、用足しに出ておったのかどうかわからんですけども、外出ておったんだね。でそれが艦砲の破片でね、足太ももからいわゆる切れる寸前になって、もう足がもう取られるような、そういうふうな顔などもね、大変な血だらけになるような、そういうような状況でね、最初の犠牲者となって、大きな傷を受けて壕の中に、応急手当てをしてあと戻ってきたんだけども、一晩中ね大きな声で、叫んでいました。うなりを上げ、人の名前をね、お母さんの名前を呼んだりなどね、そんな力尽きて亡くなるまでね、意識があり、大きな声とつながるような、そういうような状況、そういうものがあってね、本当にショックでしたね。そのような形でみんなやられていくのかなという恐怖の念にね襲われるとともに、先輩を失ったそういう思いというのはもう本当にね、やりきれない大きなショックが最初の犠牲者でした。自活班から、それから軍司令部のね発電施設、
そこの作業につけられました。その作業というのは発電施設がある近くの井戸からね、冷却水、その冷却水を運んでずっと供給するというね、そういう作業。5月の4日でしたけどね、真夜中友人の西目君というのと2人で沖に水を担いで何回かね移動行ったり来たりして、ドラム缶もいっぱいになったなということで暫時休憩しようと、そのような会話を交わしてね、発電機そのものが置かれているところはちょっとくぼみだったんですよ。僕はその発電機のそばにね、降りとったんです私は。ところがこの西目君という友人は置かれているこのドラム缶、水溜めてある水を冷却水として流すわけですから、少し高いところに置く。そのドラム缶のそばには立っておったんだね。沖縄の5月4日というのは暑いですからね、作業しても多分汗を拭いたりなどそんなことをしとったんでしょう。その時にね、資金弾が飛んできてパッというね光があって、でそれで、なんか物が倒れる音がした感じがあったんで、僕は覗いたんですよ。彼が立っておったところ、一言もなしにね即死でした。で首のね半分からここの肩はね半分えぐられて、一言もなく軍司令部は、敗退して5月の27日にね首里から沖縄本島南端の摩文仁の方に移っていきます。俺はもう一生涯ついて回るような思い出っていうのがあるんです。農道にねお母さんが倒れてるわけです。紋平服をつけているお母さんなんですがね、見るからにねこの紋平服そのものがパンパン腫れてるわけです。倒れて腐敗がね進んで、そのお母さんのね上をね、これお母さんが青森県に倒れていました上をねまだ歩けない赤ちゃんがねもう何かに追われている形で幸せそうにね這い回ってるわけです。お乳を飲んでる赤ちゃんっていうのは 2,3 時間ねおっぱいをあげないだけども泣き出し求める、そういうあれでしょ。それを見てねみんな立ち止まったですよ。ところがもう誰一人言葉一つないわけね。出る言葉がないんですよ。みんな思いは一つだったと思うんです。この赤ちゃんなんとかならんもんかと。誰かが手を差し伸べないとどうにもならない赤ちゃんなんだが、自分たちは団体行動でしょう。立ち止まったもののね、そういう状況を
見てそのまま一言も誰もなしにまた立ち去ったんです。それね、もう戦が終わって70年になるでしょ。毎年ね、私は3月になるというと地獄のような戦のあった3月というそういう月日が今年も回ってきたなというふうな3月から6月までね、今時はどうだったなということをこういうの思いにつながるようなそういうものが毎年繰り返してくる。その戦のことをね、思い起こすというと真っ先にねその赤ちゃんのことをね、思い起こすんです。この赤ちゃんもね漢方にやられたのかなと。力尽きてねそこでもう死んでしまったのかな。誰かそこを通ってね拾い上げてくれるものがおって戦後ねその赤ちゃんが生き延びるとそういう方向につながらなかったかなと、そういう思いをね繰り返し繰り返すんです。だから戦後70年繰り返し考えてみてもねちっともそこで終わるという結論が出ないんですよ。自分を責めるんですよ。なぜ助けなかったかって、助けることができる状況に全くないのになぜ手を差し伸べることをしなかったかできなかったか。師範学校の野田貞夫という校長先生とね井口という配属将校と小羽倉という最上級の3人がねひょっこりうちらが入り込んでいるこの岩陰の方も入ってきました。岩陰といっていうのも作られた壕などというものが、何もあるんじゃないんです。サンゴ石灰がね海岸転がってるわけです。この転がってる隙間にみんなに潜っているわけで、そこにね左手にねすでに亡くなった人たちの犠牲者の名簿を書かれてる。すでにね110何人命を失った。手にされながら校長先生は本当にね心の底からねこの後悔の念をね、もう絞り出すような形での話をされましたね。こうなると思えばね軍命に従うべくもなかったと。当時軍命というのは天皇陛下の命令同じです。当時言われる軍命というのは天皇陛下は神様ですよ。神様にね嫌味を言うとかね立ち向かうなとかいうものも絶対に許されない。校長先生は最後の土壇場で自ら負っておった責任も考えながら後悔の念をね、本当に気持ちにもう絞り出すような形でおっしゃった言葉だと思うんだが、
君の命令に従うよくもなかった。こうなると思えばね、せめて君たちだけでも親元に返しておくんだったというんです。でたくさんのね若者が命を落としたこれからのね沖縄は君たちが背負って立つんだとおっしゃるわけですよ。そして絶対死んじゃいかんと、そのことを強調されるわけです。死ぬなよって、絶対死ぬなと。ところがこの校長先生は我々も一足先にその号を3人でね出て行かれたけども、途中で他のね学生たちも一緒になって数人海岸線をね、歩いているさなかに艦砲が飛んできてね、亡くなったらしい。よくよく考えてみれば生きるも死ぬもどんどん飛んでくるその弾の前で偶然以外にないわけで、運がよくて幸いにもなとか自分が助かったものとの結びつきでね説明をしようもんならね、亡くなった人々というのは同僚たちというのはね、お前が運が悪かったな、運が悪くて命を落としたんだなということになってしまうじゃないかという考えで、そんなことでいいのかと。あなたの息子は運が悪くて亡くなりましたなとこんなねことが言えるもんかと。世の中がただならぬ状況に置かれているそういう時であるだけにね、黙っておってはいかんよと。